眠いの？疲れた？じゃあまず登山お疲れ様でした。思ったより過酷だったよね。きつかった。いただきます。せーの、乾杯。どう？うま？あら、やば。どう？なんかシェフのこだわり感じた。美味しい。うまいっしょ。モンブランはいいよ。あんでしょ。これだって取りにくいんだもん。どげ。うめえな。今日は Q&A 動画をやります。はい。で、何の Q&A ですか1週間前に別々にね、僕たちは住み始めたので、なんかそのことについてなんかめっちゃみんなというかファンの方だったりね、心配だったり、なんかクリアにしてほしいみたいなのが届いたから質問を返そうかっていう。Is it just for study and work? Or did you feel the need to spend some time alone? 日本語にすると、この別々に暮らし始めたのは勉強と仕事のためだけなのか、普通に僕とシュンが別々に暮らす必要があると感じたからなのかっていう質問なんですけど、It is just for study and work. We didn't feel the need to live separately, but since I would be very busy, like extra busy, doing work and working on my academic course, I'm gonna have so much homework and classes and stuff. I imagine they're gonna be nights where I cannot sleep until late because I have to work and I have to finish my homework so that I can attend class. And he wouldn't want that, and I wouldn't be able to focus on my homeworks and studies, thinking too much about Shun. I know she wants to sleep as soon as possible, so yeah, it's simply for study and work and for the better quality of life for each other. And for now, we've been seeing each other more than 5 times a week. So basically, we live together almost. He comes to mine, I go to his. Yeah. So we did not feel the need to live separately. It is only for study and work. 1年半ぐらい大丈夫でしょみたいなのを、多分誰かに言われたんだよね。それ人のでそれは僕が求めたからね、アドバイスで、そういいよ、で人のだから僕のね一生あと60年80歳までだとして、ね、80歳まで健康にねラブラブできるのね。あと60年で死んで終了。短いじゃん普通に。1年半もなんか別々でいいってなんかちょっと軽視された気がして、1年半だったらいいんじゃないってね。そのもう長いんだからみたいな、死んだら終わるから、60年を大事にしたいの、一緒に過ごしたいの、この短い中で、って思ってて。じゃあ瞬からも何か言ったら、この質問に対してなんで俺が OK ってしたか分かる？大が言われてさ、あじゃあいいやって
俺も別々に暮らすことに賛成になったのか。喧嘩しなくなって本当に自分のため相手のためを思って一人暮らししようって大がなったから。俺が俊のことも思ってそそのアイディアを出してたから。そう俊もその音楽もあるしなんか歌とかピアノとかもやらなきゃだしで一人の時間が必要だしって言ってで大も自分のことをやる時間が増えてなんか2人のためだよねって言い出したの。っていうかしっかり。寝る時間ね、俺が一番気にしてたのは誰の？俊の。そうだから喧嘩でじゃなくて2人暮らしをそうじゃなくて一人暮らしをしようって言い出したからダメだこいつボツ今の全部うざいよ絶対使いたい大は変わったんですよこう見えてなんかそうやって言えば多分芽生えたんだよね多分愛情が芽生えたっていうか増した増したんだとうわね靴擦れしてんじゃないの意味わかん多分愛が増したんだろうね俺へのなんかいろんなしがらみとかさ、辛さ乗り越えてたよね俺に対しての。まあこんななので、今までに味わったことのないぐらい、うまくいかないことがたくさんあったから、なんか振動みたいな気持ちもあったけど、でもこの人以外無理だしなみたいな。でそのなんかしんどいと、旬じゃなきゃ無理なのにどうしようみたいなところからそのしんどいがどんどん多分お互いの調子がいい時にお互いをさ受け入れられるようになっていくじゃん。でそれが繰り返されるとなんで怒るのかとかなんで拗ねるのかとかでその怒ったり拗ねた時にどういうふうにこっちが対応したらいいのかっていうのがさ、ちょっとずつ分かってくるわけじゃん。だから多分お互いにお互いがうまくいってない時に上手に相手を受け入れられるようになってるから、僕としてもすごいその旬を好きでいることに伴う辛さみたいなものがどんどん薄まってってるって感じ。そうだよね。わかるよ。それが一番大きいし、多分それが旬にも伝わってるんだろうし、って感じ。なんで要するに旬が嬉しかったのは、俺が一人暮らしをするにあたって、突発的じゃなくなったから。それ当たり前にね、突発的だったんだよあんたは。だって突発的で引っ越しできるわけないじゃん、大金かかるのにさ。でも突発的にさ喧嘩したらもう調べててさ数もでだってさそんなの調べたところでさじゃあ引っ越し代かかりますとかいろいろからそんなのはなんて言うんだっけ脅しもう出ていくからねいいのみたいな感じだよ。離れてる時毎秒 LINE しちゃいますかわら毎秒じゃないね毎秒でも10分おきそうだねするよね。でも結構、俺が嬉しいなと思うのは、多分大って LINE 得意じゃないし LINE めっちゃ下手っていうか友達にも返さない。友達にももう有名大さん大ちゃんは、ね、マジで LINE 遅いから気にしてないって言われちゃうぐらい遅いですけど逆に今は LINE と電話が一緒にいない時大事なコミュニケーションだし、なんか気になっちゃう、旬から LINE 来たかなとか、
まだ来てないじゃんとかなんかお風呂上がったら来てるかなと思ったらまだ来てないとかさ、あ、そんな時は電話する。確かに。寝る前は電話だよね。寝る前は電話するね。絶対。別々に暮らし始めて不安や心配ありますか？ちゃんとご飯食べてるかなとか、あのゴミ捨てたかなとか、洗濯物畳んでるかなちゃんととか、段ボール減ってるかなって引っ越しのね。全然減らないので、旬の段ボールの、開けっぱなしで取り出せるから困ってないわけでしょ。だからその旬の家事周りは心配ですね。心配は、自分の心配で言ったら、ストックがない。ふざけんなそう言おうとしてたの、手洗い石鹸そろそろなくなりそうだよって、気づいてる？もうなくなるからね。やばい。トイレットペーパーもないでしょ。もうティッシュもないでしょ。ストック全部気づいてるんだからね。来てね。あんたさ、俺よりさいろんなものに近いとこ住んでんだから来てね。そうでも僕が旬のお家に行った時に、スーパーだったり日用品売ってるとこ行くと、旬も一緒に「あ、僕もそれ買う」って言ってね、買うから。何怒るよ。なかなかの高頻度でもう言っちゃおうかな。週どんぐらい合ってるかついでに。何を言えば？週5ぐらいで合ってるよね。週5ぐらいで会って、まだ僕大学始まってなくて、これから旬の家すごい定期的に行ってるから、今んとこなんかあったら気づけてるね俺がね。まだ大丈夫だけど、もう少ししたら本格的に大学が始まるから。そうだね、大学始まったらどうなるかだね。そこが心配だね。そう俺のことはもう多分お構いないよ。そんなことないと思うよ。だって別に電話が来たら出れるしさ、家で課題やってても。だってさ、今は、ちょっと暇だからって言って何してるんだろうってなるけどさ、それが暇じゃなくなったらあなたは受動的だよ。来たものを受け流すってこと？来たものしかしない。それはさ、そうなってからじゃなきゃ分かんないじゃん。まあ大丈夫よ絶対。自発的になんかしてくれたら一番嬉しいよね。そりゃするよ、今まで通り。だって今だって俺別に忙しいからね。でももっと無理になるんでしょ。あと旬も結構忙しいから、旬が仕事してる時に僕も一緒に自分のやることやってたらちょうどよく、確かになんか「お疲れ様って LINE した頃に旬も僕ももう終わったみたいな、って感じだから、意外といいのか。そうそう、やったー。だから大丈夫だと思うよ、その辺の心配は。てか最初に俺これ言いたい。まずいいよ。じゃあ旬が言ったら皆さん、読まなくていい。皆様、温かい愛にあふれたコメントを本当にありがとうございます。はい、僕が書いたやつを丸読みしました。下手くそでした本当にまずは愛にあふれた温かい応援メッセージをくれた皆様、本当にありがとうございますっていうのを伝えたくて、でその中でもやっぱり混乱してて、一体何が起こってるのって分かってない方が多かったので質問返しをしていきます。4つ目、What will you do if you miss each other? お互いが恋しくなったらどうしますかという質問ですね。じゃあ僕から、I call him whenever I miss him. I go see him. Yeah, that's what I do. 僕は写真眺めたり携帯のアルバムを見漁ったりして見るかな。次、別々に住む前と今、相手への気持ちに変化はありましたか？変化はありましたか？変化は
まあちょっとあったかな。どんな？まあ家に帰っていないからさ、会った時に嬉しさが増すじゃん、うん。まず。でまあ帰る時寂しさ増すじゃん。うん。いいんじゃないと思った。ね。うん。遠距離恋愛とか月1とかは無理だけど、もう絶対に全然無理だけど、週5とかもうね、意味週5わかんないよね遠距離とかならいいかもね。意味わかんない。間はい、気持ちの変化は、まあ、一番は旬がいたからこうやってああやっていろいろスムーズにいってたんだなって思うことはあるから、まあ一番大きいのはご飯だね。ご飯、うん旬ご飯をババババーって作るんですよ。本当にうん本当に早い。汚いけどね、え使い終わったキッチンが。うん美味しいご飯を早く作れる、ただしキッチンが汚いよとうんっていうのがあったけど、まあ、やっぱりご飯を作ってくれるのはすごいありがたかったなって改めて思うし、何をするにも旬がいなくなってるから、何見ようかなとかも旬いないし、ご飯食べようと思ってもなんか当たり前にお皿は1個しか使わないし、うんとかお茶入れる時に大きいので入れちゃうけど、まあ次の日の朝まで飲まないじゃん、そんなうん3人分ぐらいのやつか作っても。うんとかそういう時に寂しいなって思うから、少しでもお互いが一緒に入れるように努力をするようになるというか、当たり前かもしれないけど。1年後また一緒に暮らす予定は決まってますか？せーの、はい、はい、決まってます。まあ次は大きいとこがいいね。そうね、次はもっと大きいところに住みたいねって言ってちょこちょこ僕は見てるよ。あ、そうなんだ。うんでほら買おうかなとかいう話も出てたじゃん、だからお家を買うのかお家を借りるのか。うんでも1年半後にはてか僕が大学を卒業したら、もうすぐまた一緒に暮らし始めますね。楽しみ。もう早く卒業したい。次、大学になれたら同棲に戻ろうという考えはありますか？あります。大学がその思ったよりもなんていうの、自分のスケジュールがさもうギチギチにならずに済むなら、全然それはありだよね。そうだね。そうありよりのあり。ただそうじゃないっていうのを2年半通ってるので、僕が行ってる大学の学部がそれなりに厳しいっていうことを重々承知の上で復学して、で恐ろしすぎるあまりに別々に住むっていう選択肢を取ってるから、それ慣れて一緒に暮らすことが全く問題じゃないんじゃないって分かれば元に戻るけど、もうどう頑張っても自分の今出せる全力で頑張っても相当時間がタイト、スケジュールがタイトな場合は戻らない場合もあると思います。次、英語ですね。Will we be able to see Dai and Shun together in vlogs? 普通、Vlog 大春で一緒に入れるのこれから見れるかって？そう、はい。当たり前です。Yes, of course。これ上がって、その次の Vlog が京都 Vlog、京都サイレント Vlog です。今京都にいます。ちなみにイエーイ。お仕事で京都に来て、そのままちょっと残ってそう。楽しんでます。How far do you live from each other? We are we it's どんぐらい30 minutes. 30? It's 20 minutes by a car. 20 minutes drive。 20 minutes drive. はい。まあ離れてるわけではない。そうね。
it's nothing difficult for me or him to go to each other's place. So, yeah, 20 minutes drive, 20 minutes by train. 次、離れて暮らして逆に良かったことありますか？俺は、まあ早く寝れるよね。そうだね。12時前に寝れること、はい。音楽に没頭できること、それだけかな。僕は、家が綺麗。ずっと。僕は、その使ったものをその時に片付けられる人。使い終わった時に。はい。けど、俊は使い終わったものを一旦放置して、自分の面でなんかこう気になるまで気にならない人じゃん。まあ普通だよ。知らないよ、どっちが普通とかは関係ないけど、僕はもう常に基本綺麗であってほしい人間だから、もう脱ぎっぱなしの靴下が床に落ちてるとか、綺麗な洋服と汚い洋服が混在してるとかありえないのね。そうでさ、じゃあ綺麗なものが汚いところにあったらさ、綺麗なものをもう一回洗濯したくなっちゃうの。もうじゃあ何もいいことないじゃん。電気代も水道代も洗剤代も全部無駄じゃん、だからそういうストレスがなくなったのはないね。一ついいことかもしれない、いいことだよそれは。その姿勢なんだろう、いわゆる家事関連に関してはストレスがぐっと減ったかな。ずっと小言おばさんになってたもん。そうもう小言おばさんで、なんか別に感覚だからさ、僕も押し付けてるつもりはなかったし、多分綺麗な方がいいに決まってるじゃんみたいな感覚で話してたから、それはねお互いずっと分かり合えなかったよね、でもう一緒に住んでる時は俊の部屋が汚くてももう無視、その代わりリビングとか共用部分が汚いと怒られる、そうで俊も後半はもうごめんなさいとか言ってやってくれてたよ。 Wishing you all the best. It seems like you are invested in a long-term growth strategy for your future as a couple. My question is, how do you reach difficult decisions, such as to live separately or together? What if one person wants it more than the other? And I'm in kind of similar situation with my partner. Lots of love. ほぼ相談みたいな。なんか大と俊が選んだ選択はこの先の関係を長い目で見据えた結果だよね、みたいな。で難しい決断をするときにどうやってその決断に至るのって。でこの質問してくれた方は似たようなシチュエーションに今置かれてるらしいんだけど、どうやって今回この決断に至った？なんかいろんな経験したいなみたいな、だってもうさいろんな経験したじゃん2人で、まだだって一人暮らし一人一人はしてないなと思って、これはまた知らないことができるなと思ってそれした。そういう考えだったんだ。成長促す、お互いのね。そう、それは本当にそうだね。誰かとお付き合いしてるってことは、お互いの意見が平等に聞かれなきゃいけないから、その必ずしも相手に合わせなきゃいけないとも思わないし、かといって自分の意見を相手に渡すときは必ず相手の意見を受け取らなきゃいけないから、今回このバラバラに暮らすっていう話を持ち出したときは、自分一人のためにしたいって言ってないかなっていうのを自分にいっぱい聞いた、決断をするときは、カップルじゃなくてもそうだと思うけど、一緒にその選択をしなきゃいけない人のことを考えながら、自分の
理想を相手に伝えて、伝えたら必ず相手は相手の意見を投げてくれるから、それをちゃんと一回受け止める、いやでもとかじゃなくて、なんでこの人そうやって思うんだろうってだんだん見えてくるんだと思う、向こうがなぜその意見をこちらに提示してきたのかみたいな。自分たちの関係から一歩外に出た人から意見をもらうのもいいと思う。相手が自分にとってどれだけ大事な人かっていうのを忘れなければ大丈夫だと思う。じゃあ最後の質問ね。はい。大は俺がいないとき何食べてますか？俊がいないときはお肉と野菜、チキンと野菜をフライパンに入れて蓋して放置して食べてる。いいじゃん、できるんだ。本当に舐めないでもらっていいですか？実家にいる時から週3以上で自炊してたからね。偉い。そうだから普通に料理してるよ。マイクが痛い。偉い。あ、間違えちゃった。まださ、旬にさ、あれだね、ご飯ごちそうしてないね、引っ越してから。そうというわけで、本当に皆さんびっくりするぐらい心配のいらない関係が続いておりますのでどうぞご安心くださいね。なんならなんか一緒に住んでた時より仲良しになった。いいよ、ずっと仲良しでしたけど。なんか喧嘩は減ったと思う。なおさら。なおさらね。喧嘩する理由が減ったんだよ。だっていらないことで喧嘩してたからね。そう。じゃあそれでは皆さん再见、さようなら。おやすみなさい。ワンアン。